おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は子羊の肩肉を使ってエポール・ダニオ・ブーランジェリ子羊のブーランジェ風を作りたいと思います。この料理の起源ですけども、パン屋の窯を使ってパンを焼いた後の余熱で火を通すというところから始まっています。火の入れ方はオーブンに入れるだけなので簡単にできます。あとじゃがいも、玉ねぎ、子羊の味が一体になって非常に美味しい子羊の料理になると思います。それではエポール・ダニオのポム・ブーランジェ作っていきましょう。まずはじめに汗染め下味をつけていきます。塩コショウで全体にまんべんなく塩コショウしていきます。今回デゾッセしてフィッセル紐で縛った状態のエポールを用意しています。デゾッセフィッセルのやり方は他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。よく塩コショウでまんべんなく全体に塩コショウができたら、まず鍋に入れてこのままオーブンに放り込みます。今回周りにですね、余分な肉の部分をキューブに切って一緒にロティします。こうすることによって最後また美味しいジューが仕上がります。今回ロティするときはニンニクのエカーゼ、潰したニンニクと、あとオリーブオイルを少量肉にかけてやって、あとは180度のオーブンに放り込むだけです。それではじゃがいもと一緒に入れる玉ねぎを用意していきます。まずエプルシェ、皮を剥いていきます。今回芯の部分も取り除いていきます。乾いてる皮がないか腐ってないか確認しながらきれいにエプルシェします。その後半分に切って繊維に沿ってエマンセスライスしていきます。横の部分こうやって切り目を入れると大きい塊がなくなりますので、きっちり横に筋を切り目を入れてから厚めのエマンセ、これぐらいの厚さですね、厚めのエマンセにしていきます。温めた鍋にオリーブオイルを入れて、先ほど厚めに切った玉ねぎを入れていきます。今回オリーブオイルを使いましたけども、バターを使っても美味しいです。そこで軽く塩をして火を入れていきます。ただシュベと違ってこの後オーブンに入れてじゃがいもと一緒に長く火が入ります。なので表面だけ軽く火を入れていきます。ここで軽く火を入れてやらないと、生のままオーブンに入れてしまうと表面が焦げやすくなります。火が入っていることによってしなっとなってじゃがいもとよく絡まって焦げにくくなります。今回タイムとローリーを入れて軽く表面だけ火を入れていきます。これぐらいまで火が入ったら OK です。ほんのり半透明になったぐらいですね。触ってみたらまだまだ硬いですので、これぐらいで火を入れるのをやめます。よく洗ってからエプルシェしたじゃがいもを切っていきます。この切り方乱切り、日本語名では乱切りですね。フランス語ではコアンリュ、道の角という意味ですけども、なるべく大きさが同じになるようにして切っていきます。切り終わったら色変わりがしないように水につけておきます。ここでグラタン皿に先ほど火を入れていた玉ねぎを引きます。まだ完全に火が入っていません。グラタン皿にまんべんなく広げたら、先ほどのじゃがいもを水から切ってグラタン皿に入れます。じゃがいもを並べ終わったら塩、コショウ、オリーブオイルをかけます。30分経ったのでオーブンから出します。肉はまだ全然火が入っていません。
30分だけロティしたエポールダニョをグラタン皿に移し替えます。あと下に残っている油ですね、うまみをエポールの上にかけて、あとはこのグラタン皿をオーブンに放り込むだけです。こちらの残った肉ですけども、これで美味しい汁を取っていきたいと思います。180度のオーブンでじっくり火を入れていきます。エポールを取り出した鍋の肉をよく炒めて、そこに白ワインを入れます。よくうまみを剥がしていきます。アルコール分を飛ばしながらきれいにうまみを剥がします。剥がし終わったら小さい鍋に移し替えて、そこにフォンダーニョを入れます。またフォンダーニョも動画がありますので、そちらを参考にしてください。フォンダーニョを入れたら一沸かしさせて、軽くこのまま煮詰めていきます。先ほどオーブンに入れてから10分経ちました。一旦出してじゃがいもが乾いてくるので、よく混ぜてやります。そしてまた180度のオーブンに入れます。また10分経ったのでオーブンから出して、今度はアロゼという作業をします。アロゼ、上から油をかけてやるという作業ですね。この下に溜まっている汁を乾いている肉の表面にかけてあります。この汁ですけども、じゃがいものうまみ、玉ねぎのうまみ、もちろんアニョの油汁が出てる美味しい汁になります。もちろんこのじゃがいももよく混ぜて、この汁をまとわしながら一緒にロティしていきます。こうすることによってこの料理ですけども、アニョの美味しい子羊の美味しい味を含んだ一品になります。ここでまた180度のオーブンに入れます。また10分経ったので、アニョの火の入り具合をチェックしたいと思います。だいぶ色がきれいについてですね、美味しそうになってきました。ここでももう一度下に残っている汁をアロゼ上からかけてあります。ここでアニョに火が入っているかどうかをチェックします。金串を一番下まで突き刺して5秒ぐらい待ちます。その後中心に当たる部分を下唇につけて温度をチェックします。基本的にエポールダニョはビアンキュイ、完全に火が入った状態で食べますので、だいたい60度以上ですね。もちろん温度計があるのであれば刺してもらったら構わないと思います。火が入っていたので休ませます。網のあるバットの上に肉を取り出してアルミホイルをかぶせて休ませます。この作業をロポゼと言います。ロポゼは基本的にオーブンに入っていた時間分だけゆっくり休ませてやります。そうすることによって肉全体に肉汁が均一に広がります。肉を取り出した後のガルニチュールですけども、先ほど取っていたジュダニョを一緒に入れて、このまま最後オーブンでじっくりじゃがいもに火を入れていきます。よく全体的に汁をなじませて、もちろんちょっとだけ味見します。180度のオーブンに入れます。オーブンに入れて15分が経ちました。このような感じに汁とアニョの油ですねの中でじゃがいもがきっちりコンフィにされて、玉ねぎと非常に美味しいガルニチュールになりました。もちろんここで味を見て塩コショウで味を整えて、ガルニチュールと汁の完成です。
それでは30分ほどロポゼ休ませていたので、エポールダニョの方のフィッセルを外していきたいと思います。このようにハサミを使ってきれいに取り忘れのないようにフィッセル、タコ糸を外していきます。周りがクルシオン、カリカリに焼けて中がアポワンで完璧なキュイソンです。あとはあまり分厚くなく、これぐらいのサイズにスライスしてドレッセ盛り付けていきます。温めたお皿の上にガレンチュールを置きます。その後切ったエポールダニョを置いて、あとはソースをかけます。今回エポールダニョですけども、キュイソンがアポワンか、ビアンキュイなのでソースを上からナッペします。以前他の動画で言いましたけども、キュイソンがある場合、セニャン、ブルーですね、ロゼなどの時はソースは肉の切り口にかけないと言いましたけども、今回はキュイソンがない状態なので上から10をナッペします。仕上げにフルドセルとあと黒胡椒をかけて完成です。今回エポールダニョはデゾッセしたものを使いましたけども、骨付きのまま丸のままでオーブンに入れて焼いても非常に美味しくできますし、オーブンに放り込むだけなので簡単にできると思います。是非挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。